久美の勤めた喫茶店は港町神戸にふさわしくハイクラスで趣のある店であった。サイドボードには伊万里焼や有名ブランドのカップが立ち並び、店の中央には美しい彫刻が施された飾り棚が置かれている。さらに棚の両隣には重厚で大型の外国製スピーカーを設置し、店内にはいつも心地よいジャズやクラシック音楽が流れていた。訪れた客たちはコーヒー片手に音楽に浸り、まったりと優雅な時間を過ごすのである。肝心のコーヒーは産地ごとに製法や入れ方にこだわり、たった一杯が1000円もした。働いている組でさえその味を知らなかったが、一度は飲んでみたいと評判になり、店は連日繁盛していた。その客の一人に小田という若い男性警官がいた。小田が組に好意を寄せていることを勘のいい巴は気づいていたが、互いに控えめで全く先に進まない。そんな二人にじれったさを感じていた巴は時折助け舟を出すようになった。久美ちゃん、先にこれ片付けない監禁、悪い剣道、お見出ししてもらえる？窓越しに小田がやってくるのを見かけた巴が組に言った。あ、小田さん、いらっしゃい。組が声をかけると、小田は嬉しそうに笑顔で席に着いた。久美ちゃん、私、あっちのお客さんに呼ばれとうきんな。オーダーも頼むで。小田がやってくると、巴は途端に忙しくなる。巴は機転を利かせ、仕事にかこつけては、二人をうまく引き寄せた。その甲斐あってか、しばらく経つと、二人は時々会って話をするようになり、やがて、毎日、小田が組を家まで送るのが日課となった。ここまで来たら、あとは時間の問題やわ。ほんまに世話の焼ける二人なんやから。巴はまるで自分のことのように嬉しく感じていた。そんな折、店で妙な噂が立った。組が独身というのは真っ赤な嘘で、すでに子供までいるという噂だ。ちょうどその頃、知恵は健一との間に秀明を出産し、子供好きの組はよく世話に通っていた。その姿を偶然見かけた店の客が、実は子持ちだったとあらぬ噂を流し、大騒ぎとなっていたのだ。妙な話に危惧した巴が探りを入れると、噂を流した客が判明した。岸田さん、それって。もう、笑いが止まらんわ。訳を知った巴は、腹を抱えて大笑いした。なるや、違っとったんか。違うも何も、それはうちの兄さんの小屋で。巴からネタばらしされた岸田は、一瞬目を丸くして間を置くと、大笑いした。これは悪かったな。それにしても偉い噂、流してもたわ。うちの若いもんもそりゃ、がっかりしてもてな。よかった。ほんまに、誤解が解けて。
久美の毎日は充実していた。大好きな岡山を離れ神戸に来たが、新たに気のいい友達もでき、早朝から始まる喫茶店の仕事も苦もなく、一日はあっという間に過ぎていった。それに何より、今は大切に思える人にも出会えた。久美ちゃん、明日は何時頃終わりそうや？早出やから3時には上がれると思うけど。ちょうどよかった。明日非番やから、帰り、ふらっとどっか行こうか。ええ、ほんまに。そや久美ちゃん、海好きやろ。須磨でも行こうか。うん、一回行ってみたかってん。明日が待ち遠しいわ。しかし、久美の充実した独身生活は、再び終わりを告げることになった。小田との交際も順調に進んでいた矢先、しばらく会っていなかった千恵が、秀明を連れてひょっこりと店までやってきた。姉さん、急にどしたん？千恵の方はこけ、疲れた様子に久美は驚いた。急ですまんだな。久美、ちょっとだけ、用立ててくれへんか。え、いきなり何？あの人、景気のええことばっかり言うとったけど、仕事ほとんどないんや。神戸に来る前から、そうやったみたいでな。ええ、そんなん。子供もおるのにどうするん？それより今まで、どうしとったん？今まではなんとか、姉さんの貯金切り崩してしのいどったけど、もう、どうもこうもならへんわ。すまんなあほんまに。久美には今まで黙っとったけど、借金取りも来るし。ちょっとだけでもええねん。秀明に食べさすもんだけでも。久美もうすうすは気づいていた。千恵の体には時折、あざがあった。千恵は転んで怪我したとごまかしていたが、久美は健一の暴力を疑っていた。それだけではなく、仕事もしていなかったとは。愕然とした思いが、久美の頭をかすめた。数年前まで、立派に看護師をしていた姉の面影は、今はもう見る影もない。目の前の姉は、生気を失い、別人のようになっていた。そばにいる、まだ幼い秀明は、何も知らず、無邪気に笑っている。久美はすぐに、財布の中のありったけのお金を手渡した。